それでは、2026年3月期の決算説明をさせていただきます。で、まずアジェンダはこのようになっております。で、エグゼクティブサマリーですね。で、2026年3月期、通期っていうところで言うと、中間決算時の修正計画に対して売上で3億円、営業利益で、14億円程度のですね、超過っていうのを実現できています。で、この5カ年の中継目標で示した数値っていうのは全て達成することができました。そういった意味ではですね、しっかりやれた5カ年でなったのではないかっていうふうに思っています。で、各事業なんですけれども、クラウド事業に関しましては、楽々明細の競争激化続く一方で、勤怠とか生産とかですね、そういったところの好調が継続しております。で、あれですね、生成 AI の影響っていうところが、非常に言われていると思うんですけれども、少なくとも現段階では、生成 AI による解約率の上昇であるとか、それによるマイナス面っていうのは見られておらず、むしろですね、しっかりと解約を抑えつつ、単価も上げれてますので、LTV っていうのは改善していっていると。で、IT 時代事業に関しては、これ、売却を行ったんですけれども、最終的にですね、通期に非常に好調なうちで終われて、新しいお会社さんに渡すことができたので良かったのではないかというふうに思っています。で、2020年3月期なんですけれども、IT 人材事業の譲渡に伴いまして、その分の売上高がなくなりますので、一方で、クラウド事業は伸びてますから、大体売上としてはですね、前期と同程度にはなってるんですけれども、ただ、事業譲渡益、あとはクラウド事業の収益性の向上によってですね、しっかりと営業利益は増加する計画となっております。で、あと事業トピックとしては、新中期経営計画を発表させていただいております。で、あと、期初時点でですね、総還元成功は11.2%、これ配当分になるんですけれども、還元成功20%以上にするっていうことですので、期中にですね、追加で株主還元策みたいなものは、検討の上ですね、また発表させていただければっていうふうには思っております。あと、地方拡大に向けた新拠点の開設っていうところを、静岡、仙台、岡山あたりでやっております。それでは、2026年3月期のですね、連結業績に入ってまいります。もうこれ終わった年のことですので、さらっと活かしていただければと思っています。で、連結業績サマリーなんですけれども、そこにあるような数字でございまして、売上高が、しっかりと増えて、各段階利益ともに増えていると。で、あと従業員数で言うとですね、3569名なんですけれども、これは、IT 人材事業の人数も入ってますので、ここからですね、1000名強の人員が、この4月1日から、減っているような状況でございます。で、先ほど申し上げたようにですね、中期経営目標っていうところは全て達成しております。一番の5カ年の売上高 CAGR なんですけれども、これ、中継を立てた時にはですね、25%から30%っていうレンジでお示していたんですけれども、そこをですね、超過して達成することができていると。で、純利益に関してもですね、大きく超過しておりますし、純資産に関しても大きく超過していると。この5カ年というところは、お約束したことはしっかりと実現できたのではないかっていうふうに見ています。で、こちら売上高と営業利益の推移なんですけれども、売上高がですね、しっかり伸びてまして、それに伴って営業利益率っていうところも上昇していると。で、IT 人材事業はですね、この4月からなくなりますので、営業利益率っていうところはさらに高まっていくと考えています。で、こちらが、連結業績の概要ですね。売上高が、通期で600億円強っていうところになりまして、各段階利益ともに増えていると。で、こちらが、セグメントの別の業績ですね。で、クラウド事業はですね、通期で517億円、
程度ですので、これに対して、今期、597億円程度に、成長させていくって言ったのが、今期になっています。で、IT 事業のこの85億円ぐらいの売上っていうのが、なくなると。で、人件費と国選年費の推移なんですけれども、こちらもですね、人員を増加させつつ、国選年費はですね、抑制気味に前の期は進めてきました。で、オフィス賃料と外注費の推移ですね。で、拠点数は増加してますので、オフィス賃料増えてるんですけれども、こちらも計画通りですし、外注費もですね、計画通りに進めてまいりました。で、結果としてですね、連結営業利益っていうところで言うと、売上高が、しっかりと増えまして、で、そして、費用っていうところは、人件費は増加して、その他費用も増加しているんですけれども、広告宣伝費を抑制することによって、しっかりとですね、イヤーオンイヤーで、営業利益を伸ばすことができています。で、連結貸借対照表はご確認ください。で、キャッシュフロー推移ですね。こちら、営業利益がですね、非常に増えてきてますので、合わせてですね、キャッシュフローっていうところも大きく増加しています。で、こちらがキャッシュフロー計算書ですね。そうですね。財務活動に関しては自社株買いとかを行いましたので、マイナスになっているんですけれども、しっかりとですね、営業利益出せてますので、フリーキャッシュフローもしっかりと増えているような状況でございます。それは事業別に見ていければと思います。で、クラウド事業ですね。しっかりと新規受注の積み上げによって、売上高が、しっかり増加しておりまして、合わせて営業利益率っていうところも継続的に改善していっている状況でございます。で、こちらがですね、ARR とストック売上高比率なんですけれども、直近 ARR はですね、518億円強っていうところになってきておりまして、で、ストック売上高比率もですね、92.6% となっております。で、クラウド事業のサービス別売上高になっています。で、ここでちょっと注目していただきたいのは、楽々自動応対、こちらメールディーラーをリネームしたものなんですけれども、この楽々自動応対のですね、2026年3月期の前年同期比の売上高増なんですけれども、この3億2600万円っていう数字はですね、楽々自動応対の今まででですね、最高の売上高増となっています。そういった意味ではですね、このサービス開始からですね、もう25年とか経ってるんですかね。で、さらに、メールの管理ツールですので、AI によるディスラプト懸念が全サービスの中で一番強いサービスだっていう認識なんですけれども、その中でですね、このように直近、売上高っていうところをしっかり伸ばしたっていうところをですね、非常に評価しておりますし、そういった意味ではですね、AI のディスラプト懸念とかっていうところに対する、一つの、回答にはなるのかなっていうふうには思っています。で、全体的にですね、2桁10%以上のですね、数字で伸ばせてきておりますので、そういった意味ではですね、売上高はしっかりですね、伸ばせていってるんではないかっていうふうに見ています。で、こちら、楽々生産のアクティブ顧客数及び解約率推移なんですけれども、直近ですね、経費生産市場を成熟しつつある中ですね、しっかりと営業活動の強化っていうところを行ってきておりまして、それによってですね、新規受注数っていうところは計画に対して、なんていうんですかね、上振れて、推移しております。で、さらに解約率っていうところもですね、しっかりと低減しつつありますので、非常に良い状況ではないかっていうふうに見ています。で、楽々明細のこちらアクティブ顧客数及び解約率推移となっております。で、
楽々明細なかなか競争が激化して厳しい状況なんですけれども、その中でもですね、どちらかっていうと、受注数を追っていくっていうよりかはですね、やっぱり効率よく取っていくっていうところを意識して、推進できればっていうふうに思っております。で、今期もですね、結構楽々明細に関しては広告宣伝費を落としておりまして、その分ですね、収益性っていうところは高まっていると。なので、クオリティグロースっていうふうに申し上げているんですけれども、そこをですね、楽々明細においてもしっかりとやっていくつもりでございます。で、楽々販売もですね、しっかりと伸ばしておりまして、解約率っていうところの低減も進んでいっている状況ですね。で、楽々販売がですね、SMB に対しても、拡販、もちろんしているんですけれども、SMB のお客さんの場合ですね、この AI 云々とかっていう話はですね、特に楽々販売においては、ほぼ出てこないっていう状況でして、なんて言うんですかね、その、AI を使ってどうこうっていうのはですね、やっぱり適用範囲みたいなものは、しっかり考えていく必要があるのかなっていうふうには見ています。で、よく巷で言われているですね、生成 AI の影響によって、その SaaS いらなくなるんじゃないかみたいなこと言われてるんですけれども、特に足元ですね、そういった、懸念の顕在化みたいなものは、ない状況でございまして、LTV がですね、しっかりと上昇していっているような状況でございます。で、後で、お話しするんですけれども、ただ一方でですね、長いスパンで見るとですね、やっぱり AI の影響ある方は思ってますんで、そこに対するリスクは一つ一つ潰していって、どんな状況になろうがですね、キャッシュフローを増大させることができるみたいな方向性でやっていければなっていうふうには思っています。で、IT 人材事業ですね。こちら、好調に終わって、新しいオーナーさんにお渡しすることができたので、非常に良かったのではないかと思っています。これも20年以上前に立ち上げたビジネスなんですけれども、180億円強かなで売れたっていうのは非常に、良い形でですね、ビジネスを育てることができたのではないかっていうふうに考えています。はい。それでは事業トピックですね。で、楽々販売の AI 機能アップデートっていうところですけれども、こちらお客様がっていうよりかはですね、どちらかっていうと、DAX の CS、カスタマーサクセス側がですね、有効に活用して、楽々販売のですね、設定っていうところを、オンボーディングにおいて、より早くやっていくっていうところで、活用が進んでおります。もちろんお客様もですね、使えるんですけれども、ただ一方でお客様自身はですね、システムを使いたいわけであって、設定自体はですね、できる方はやるんですけれども、できない方はですね、LAX の CS が、効率的に、サポートすると。それを効率化するために AI アシスト機能っていうところを楽々販売においては、どんどんですね、実装していっているところでございます。で、クロスセルの文脈でですね、楽々従業員ポータルっていうところを3月より提供開始しております。ただこれもスタートしたばっかりですのでですね、まだ、有効に機能させるために試行錯誤をしている状況でございます。で、楽々自動体楽々メールマーケティングの新サイトを公開しております。で、これリネームした後にですね、サイトへの対応っていうのをこの3月に行ったっていうことでございます。で、先ほど申し上げたんですけれども、楽々自動体、ディスラプト懸念が強いサービスなんですけれども、こちらですね、売上しっかりと伸ばせてますんで、非常にですね、これからも長期にわたって、キャッシュフローを生み続けるのではないかっていうようなですね、自信が直近出てきている状況でございます。で、地方開拓に向けた拠点の拡充ということで、主要都市からですね、さらに地方都市への展開っていうところをやっております。
で、パートナーアライアンスあたりもですね、地方に権限を落とすことによって、より早く、マーケットを進行していけるようにしていっております。で、IT インジニア事業の譲渡に関してなんですけれども、ブレクサさんにですね、180億円、190億円弱か、ぐらいで、売却をさせていただいておりまして、で、あれですね、もうすでに50億円自社株の取得に使っておりまして、また、期中にですね、この資金に関しての人っていうのは、公開していければっていうふうに思っております。はい。それでは、新中期経営計画についてご説明させていただきます。で、まず、この3年間っていうところなんですけれども、収益性をより重視したクオリティグロースに移行する予定でございます。で、クラウド市場成熟化っていうところがですね、進行しておりまして、なので、どんどんですね、新規受注数を伸ばしていくっていうよりかは、一定数をしっかり取りながらですね、より単価を上げていったりとかですね、あとは解約率を下げていったりとか、で、あとは、AI を使ってですね、アップしていくみたいなことをですね、しっかりやっていくフェーズなのかなっていうふうに思っています。で、KPI としてなんですけれども、まず一つ目の成長率。これ、売上高成長率なんですけれども、これをですね、この3年間で CAGR15% 以上っていうところが実現できればなっていうふうに思っています。で、二つ目の収益性はですね、SaaS で言われているところのルールオブ40を上回るルールオブ50の達成っていうところを実現していければと思います。で、この今期に関しては、ルールオブ50をやや、少し足りないかなっていう感じがあるんですけれども、これ、期中の努力によってですね、ここを超えるように頑張っていきたいとは思ってますが、来期以降はですね、余力を持って達成できるようになっていくっていうふうに思っています。で、3番目の生産性なんですけれども、正社員一人当たりの売上高っていうのをですね、この中継最終年度にですね、3000万円以上にしていきたいっていうふうに考えています。で、今、この直近3月の一人当たりの売上高実績っていうのがですね、2366万ですので、こちらをですね、3000万まで増やしていければと思っています。で、4番目の資本効率っていうところで ROE30% 以上っていうところをですね、保持していくというふうに考えています。で、このあたりがですね、この新しい中期経営計画における KPI となっています。で、この新規中期経営計画の前提なんですけれども、CAGR15% っていうのは既存サービスのオーガニックな成長で実現する予定でございます。なので、例えば価格改定のですね、影響みたいなものは織り込んでおりませんので、この3回の期中にですね、価格を改定した場合であるとか、あとは、M&A は常にソーシングしておりますので、M&A をすることによる連結みたいなことが起きるとですね、この15%に対して、アップサイドがあるっていったような形でございます。で、新規中期経営計画においての超戦略なんですけれども、一番目としてはですね、AI をしっかりと活用していく。これは当たり前なんですけれども、機能実装によってですね、アープを向上させるっていうところと、それによってですね、解約率を抑制していく。特にお客様が AI でやりたいことっていうのを、察知して、それを、解約になる前に実装するっていったようなことをしっかりとやっていきたいと思っています。であとは、社内活用の積極化による生産性改善。これは継続的にやっておるんですけれども、ここも、しっかりお勧めていくと。であとはですね、AI ネイティブプロダクトの開発っていうところで、これまでとちょっと違った形のものっていうのをですね、開発した上でリリースしていければっていうふうに思っております。こちらはですね、ちょっとまだ発表できる段階ではないですので、また、形になってくればですね、発表させていただければっていうふうに思っております。で、二つ目はですね、エンタープライズ戦略っていうところで、
よりですね、マーケットが大きなエンタープライズっていうところを、前のですね、2年ぐらい前ぐらいからやっておるんですけれども、これも継続的にやっていくと。で、あとは、3番目のクロスセル戦略っていうところで、ベストブリード型のサービス展開っていうところを行ってきたんですけれども、このサービス間の連動性っていうところを上げていくことによって、よりクロスセルがですね、推進しやすいように、あと組織的にもですね、近しいものはまとめていって、よりセットでですね、売れるっていうのを推し進めていっております。で、4番目の投資戦略なんですけれども、資本効率を意識しつつですね、非連続的な成長機会を探索っていうことで、この中継3年間、非常にキャッシュフローが増大しますので、そのキャッシュフローを活かしてですね、競争力のあるプロダクトっていうところを獲得、ないしはですね、より収益性を高められる、バリアップできるようなお会社さんっていうのを買っていければっていうふうに思っております。で、それがですね、一つ一つが個別に書いてあるんですけれども、ここはまた見ておいてください。で、飛ばして、で、資本コストはですね、株価を意識した経営の実現に向けた対応っていうことなんですけれども、前の中継5カ年はですね、定量目標は全て達成して、経営の質的改善が進捗しています。で、この新中継においてはですね、資本コストをより意識した戦略の実行、あとは AI の対応によってですね、より時価総額の再拡大っていうところを実現していければっていうふうに思っております。で、キャピタルアロケーションなんですけれども、この3カ年で900億円超っていうところの資金っていうのがですね、活用できると思ってますので、資本効率を意識しながら、資金配分を最適化できればと。で、直近現金がですね、300億円程度ありますので、配当もそうなんですけれども、機動的に株主還元みたいなものはやっていければっていうふうに思っております。で、あとは、もちろんですね、M&A のソーシングっていうのをやってますし、あと、株式のですね、一部取得によるアライアンスっていうところもですね、引き続き推進していければっていうふうに思っております。はい。それでは、この2027年3月期のですね、連結業績計画に入ってまいります。で、まず、この通期計画なんですけれども、597億円というところでですね、クラウド事業だけで597億円の売上を作っていく予定でございます。で、営業利益はですね、しっかりと、費用対効果を見ながらやってきますので、IT 人事がなくなりますけれども、前年度の営業利益を上回る形で、205億円の計画となっております。であとは、IT 人事業ですね、売却益がございますので、当期純利益におきましては252億円とですね、なっております。で、人件費と広告宣伝費の計画なんですけれども、IT 大臣がなくなって人件費がですね、211億円程度を予定しております。で、これ、人件費がですね、前期比で16%強の増加になっておるんですけれども、これ割と特に AI 系のですね、開発人員を厚めに採用するっていう計画にしておりまして、で、今期に関してはですね、ちょっと売上以上に、人件費が増えるような計画になっておりますけれども、ただこれ、期中においてもですね、見直しはしていこうと思っておりまして、そういった意味ではですね、ヘッドカウントに関しては、今期も来期も再来期もですね、随時、生産性の向上とともに見直しをかけていくっていうことを考えています。で、国政2に関しましてはですね、前期よりも落としておりまして、これは本当に気をつけているところを見て、やっておる状況ですね。はい。で、2020年3月の連結営業利益の増減要因なんですけれども、売上が80億円弱増えて、で、人件費、その他費用が増えるんですけれども、広告宣伝費っていうところは減少をしています。
で、その上でですね、より生産性を高めていくことによって、205億円の営業利益を出す予定でございます。で、まあ、EPS に関しましてはですね、IT ジェンダー事業の譲渡っていうところがございますので、まあ、71円とですね、大きな増加を見込んでおります。で、株主還元に関しましてなんですが、まあ、累進配当方針通りですね、今期、来期ともにです。ごめんなさい。今期ですね、まあ、8円のですね、増配を、8円の配当を予定しております。で、あと、これだとですね、配当成功が11.2% になるんですけれども、まあ、追加でですね、期中にですね、また、いい形でですね、株主還元を行っていければっていうふうには思っております。はい。以上、簡単でありますけれども、2026年3月期の決算説明とさせていただきます。